んにちはミデア輸送機が襲われそうですよ。しかし、我らが宿女チームが駆けつけましたのでグレーガンは、そそくさ退散していきました。しかし今度は手段率いる DC 軍が、いや違いますって今回は、DC 軍は DC 軍でも、ハマーン DC 軍にそう入れ替え、してやったんだぜワイルドだろう。それから前回マップでは、登場しただけで終わってしまったレイちゃんの、ケンプファーが輸送機のピンチに駆けつけそのままハマーン DC 軍と戦闘を繰り広げることになったという感じで戦っていきまするぜ。ついてきてちょね。ミデア輸送機は無事に西へと逃がすことに成功しましたが、ロンドベル本体が到着するまで、レイとレインとジュンの3人だけで、この窮地を耐えしのがなくてはならないんですぜ。早く本体来てくれ、待ってるぜよー。ケンプファーはユニット武器ともに、必要そうなやつは3段階改造を施しましたのでそこそこやれそうな感じです。レイちゃんのレベルは13からの、スタートっす。ハマーン DC 軍のユニットパイロットの一覧はもう少し後で上げてますさかいに待ってておくれやす。北にシーマとエリアがおりまして、東の本体周りに残りのメンツは固まっておりまするでよ。南東のモビルスーツ部隊は元のままの奴らをそのまま展開させちょります。まずは綾波のレベルを少しでも上げさせて南を追いつかせたいところだわ。改めまして本日も始まっとります。スーパー駆除対戦へ今回は第12話のピンチコンバトラーなんちゃらマックになっております。7位よけ 80% ありましたよ。すでに使いこなしてるのか。いえまずはレベルアップで切り払いを覚えてくれました。今回は消化試合じゃないんだぜ。お待ってましたぜ宿女の皆様。さまずは綾波らのいる二次方向の森へと南が向かわれ合流されたし、エヴァの出港許可は今シリーズでは降りなかったことになっておりますので、綾波レイは0号機には、今回登場させませんで同系色の宇宙世紀モビルスーツケンプファーに登場させておりますのよ。まあ似合てるでしょ。そう今回の総入れ替えはいつも以上に大変でした。半泣き状態で入れ替えましたの。イリアバウのメガ粒子砲の射程外に退避させてこちらに引き込む作戦です。敵のパイロットとユニットの組み合わせを間違えられないのでめっちゃ慎重にやりました。ぶっちゃけ追加配備の方が学科もすんなかったわ。来たガーベラシーマ。改造段階はまちまちです。内よけやるじゃん。80%はありましたよ。しかもかなりのダメージ与えた。なぜじゃエリアは横移動。ラルとケリーもやってきた。他はもう少し動かんと見た。マザーゼータと豪商を森に下ろしましてスペバズケリーにかましたろかな。ここは集中使うて確実に、ケリーは赤い足神機体は F ではなさそうなのでアルジャジャ乗せてみましたよ。よっしゃースペバズ強力半分強。ぬっはっはっは森じゃからね。お次はサンドロックでアルジャジャラルに、こちらも集中あた方が良さそうね。改めましてラルの旦那、ヒートショーテルくらいやがれや、いけ、クリスチーナ。ぬおー、へはぁ、95じゃぞ95、出てねー。ガシャー、サンドロックに、4桁ダメージ。コーナやハイメガランチャで、と思いましたがやめました。冷静になってケリーに攻撃、仕掛けます。いけー、当たれー、シャーシャシャー。これでケリーあるじゃじゃ、あと一撃。やっと避けてくれるゼリーナちゃんは、ラルの攻撃力を鑑みて、反撃怖くないザムスガルで、ゴブゴブ当たれと攻撃します。うおーやっとこういうのんが、意外と当たるのスパロボ F は、綾波レイに残しておいたズサ君を倒してレベルアップの糧とせい、ジャキーン。本能リセットでやっております。これでレベルは15になったよ。続きましてこれもビーム攻撃が何のそののダンバインで確率低いが攻撃します。見事命中わからんもんじゃね。ラチーン。そうしましたらナグラ順でガーベラシーマにとどめを刺して頭数を減らしておこうか。順次はコメントがラルになってる。バグってるでどういうわけだ。いやいや怖いぜバグってるのは。どこかでフリーズとかは嫌ですよ。心配じゃども進むしかない。マジンファーにあるじゃじゃケリーのとどめを刺せますブレスとファイヤー。キュイーン。フリーズとかはしないでよ。これで旦那も終了ですさ。これやり直すのは嫌ですねん。マジ勘弁。
レベルアップで幸運を覚えてくれたは嬉しいが、いつになったらニュータイプに目覚めてくれるのファユエリー。あともう少しだったとどんぶり環境で記憶してるのじゃがね。セイラでラルに攻撃仕掛けるのは、ちょっと怖いので先にマラサイ、片付けまする、ごチーン。シャオラー、ほなほなグリフォン、リンマをひらめかせまして、ラルにダメ元インドを渡してやるべ。57、ちょち微妙ですが、放てー。じゃあ、よけられてもうたでー。けしらず必中にしときゃよかった。後の祭りじゃぐーぬぬー。ランバラルさん、その人はお姫様ですぞ。切ってはなりもはん。さ、64% 当たるかな？かかれー。当てたー、ナイスヒッツじゃ。でも250。そこからメガ粒子砲か。めんどいのー。多分角のリガビが囲まれたから、横移動しよったんよね。飛んで火にいるハンブラビ、ビームガンはおもちゃだろが、かゆいでかゆい。アシュラ男爵率いる機械獣らは、次回マップで追加配備させましたよ手に。まだ動き出さない敵本体。全軍、進軍させる方向で、正面突破を図りつつ、イリアバウのメガ粒子砲の、射程外へと退避させてエリアバウをこちらに引き込む作戦取らせますでよ。これで終わりだランバラル。謎の攻撃。シールドフラッシュ。ギリギリグヌヌ弾かれてもうた。しかもビームサーベルなかなかもろた。あんまりこだわりすぎるの良くないから、ああいうのは一旦ほっときまして雑魚に攻撃していこう。とです。サマーン DC 戦。ペラペラ装甲ケンプファーを落とされちゃったらあれなんで、集中使うておきまする。メアリー順はピラメキーノで、最前線へと出張らせて、ケンプファーへの集中放火をさせないための盾になりに活かせます。ガンダムセイラも同様に、波状攻撃最前線で、まずはガルス J をやってしまおう。ガシャー落とし損ねたー。これでピラメキーノは消えてもた。仕方がない。背に腹手負いのリガビで、とどめを刺しに行かせまするよ。レーンは愛が使えるので、できれば最前線に出張らせたくはなかったのですがいやはや、大丈夫でしょうかエネミーフェイズ。集中つこても60代か、やけくそじゃー。なんとやけくそ当たりましたよ。でかしたマジンファー、やればできる子やれでき。ズサの頭上は四角だよ手に、ふははははくらいやがれ、オーラソーダだやておしまい。お前らの手の内などは、お見通し、ナイクリのルバクアと一撃。それではリンマオグリフォンで、ズサを片付け、いざエネミーフェイズだ。お前一人だけちょっとテンションが、上すぎるのよねおしとやかに。これでなんとかなるじゃろうて。ここ正念場、頼むよみなみな。あ、なるほどなるほどー。ランバインにいてくれるのか。これは助かるべー。やっぱモビルスーツ戦はヒリヒリするね。ニュータイプとかも撃ったりするし、お互い装甲薄くて攻撃力はある予定に、叩き合いがヒヤヒヤしがち。余裕すぎるでノルバック。男子が根こそぎ不在のスパロボ F をやっております。トライブレードはヤバかばい。あ、反撃してしもた。思ってたよりかはしょぼかった。助かりんこ。確から感は超強い。防御するのが良いでしょう。オルテがと倍ほど違うじゃねえか。とにもかくにも耐えきたよ。イリアバウも無事に引き込むことに成功しましたグヒヒヒヒ。最近影が薄いリーナもやってくれましたよ。激ツヤレベルアップリーナの格闘はまだ100を超えておりませんので射撃で攻撃するしかないのが現状っす。それじゃあイリアバウは5勝で、まずはダメージ与えてやんべな。51か、集中あたほが良さそうだね。それでも81パじゃから微妙な数字。じゃあ言わんこっちゃない。やっぱニュータイプは予測不能。うおー、叱られちゃってんじゃんかよー。かくなる上はリンマを出すぜ。必中グリフォンパンチお見舞いです。グリフォンパンチ。ゴチーン。しかし耐え残ったか、しぶといゼバウ。さすがはニュータイプ褒めておこう。とどめは綾波レイちゃんで、集中使って確実に、いけっちゃろ92。よっしゃーまあ使えそじゃぞ、ケンプファー綾波。サンドロックは2回行動なってからじゃね、本領発揮できそうなのは。
さてはてオールドタイプのクリスチーナで、それが叶いましょうか果てしない。覚醒も多分覚えよらんやろし。綾波レイは6周目の時に、0号機にロンギヌスの槍を持たせて主役級の活躍をさせましたよ。テニコンシリーズでは、モビルスーツに登場させまして、活躍させていきまする。よしよし、ルスとかルフとか、とにかく命中してレベルアップ。やっぱラカンの気力はヤバかばい。128は危険じゃて、こいつは早めに倒しておきたい。4桁ダメージエグいってば。毎シリーズ、アクシズビニアオズの時とは全然違う展開を生み出しまして、やっていきたいと思っておりますです。先にオルテガ狙っちゃおうぜ。今シリーズは第3弾個人的には9周目、スーパー淑女対戦 F です。リガビはそっと交代させてと、ズサを片付け少し影を潜ませておくのがよろしかろう。間合いを図りましたが、多分オルテガの野郎は後を追ってくるものと思われますが、耐えるしかない。ふっはっはっはかかったな。答えておってもこっちはピラメキーの。ダメ元ハイパーハンマ、食らいやがれー。ガキーン。当たった。やってみるもんだ。やっぱ来るよねこれ見よがしに。ギリギリじゃども生き残った。これでプレイヤーフェーズは思い切れるぜ。クリティカルだとやるなかがや。こっちもお返し、ミサイル攻撃。さあ敵のしんがりどもも動き出したぞ終盤戦。まずはノル爆弾バインでラカンだからんと勝負だ。ナイクリアルなノル爆。しかも避けたよ 63%。次はグリフォンブラスターキャノン 84% 絶妙に危うい数字ですが、ぐる、ドーン、仕留めてくれたオリンマオちゃん。そして手負いのオルテが先当てしまおう綾波レイ。倒してお主の経験値とて当たりましたよショットガン。これであとはしんがり組のみ。ここまでなんとかフリーズせずにくれとります。さあ最奥エンドラと艦対戦です。放てー。こいつはアシュラガンシャクと入れ替えてやったから一番フリーズしそうで怖いんじゃがね。ミホジュンは手前のガイアを狙われたし、やてまえー。ザキューン。独自でコードを編み出してるので、ちゃんとフリーズせずにプレイできるのか、わからないまま毎回プレイしておりますアスゲンです。マジンファーではガイアは危うい。集中使うてマッシュを狙わそう。いけミサイルは100発あるから、弾切れの心配が全くないぜ。ふっは弱気じゃもんね。今度は大丈夫じゃろか。サンドロックのヒートショーテル。こっちは切り払われんのか、払われるのかさぱわからん。とにかく無事命中。苦しみながらも、そこに楽しみ見出すのが、やりがいとなっとりますです。一か八かのハイパーハンマ、セイラにかけてみるベーター。ムオラー。ガシーン。見事に 75% を当ててくれたよやるわいさ。そいじゃらばエネミーフェーズに備えましてレインの愛をここで使っておきましょい。ぬはははははやっぱオズの時とは大違いじゃで頼もしい。オズの時には精神コマンドが F ではほとんどなかったよ手に。抜け目がないな、ガイアのおっちゃん。しかし残念ノルバクじゃもの。相手が悪かったな。見事に返り討ち。またな。射程7か。仕方あるねー。こっちにはオーラバリアがありますよ手に。射程6も、仕方あるねー。バリアがあるって言ってんだろがー。ゴットン、残念だどもセイラさんはピラメキ取りますのでそのまま反撃。ガンダムだってやれんだぞ。あと1まで来てるよ手に。まずはノルバクちゃんの激励でゴーフラリーチさせときましてー。また綾波レイでとどめをば、刺します刺せます刺させます。プログレッシブビームサーベル。やったー切り払われずに済みました。それではこれでゴーフラ解放されましたので、強敵マシマのハンマを逆んと言わしてやりましょい。91じゃが心配なので念のために集中使うよ。行くぞマシマのおっさん。ゴーフラッシュ。さすがに硬いかハンマ。来やがれ、真っ向勝負だ受けてやる。カモーン。さすがは強力メガ粒子砲。送りは再び登場アリアスモマの懐に飛び込んじゃってさ、オーラソードを叩き込みます。オラー。F で量産型バウは、オツでございましょ。バキーン、ビームライフルかわいいもんじゃて。
これも集中あった方が良さそうね。森からじゃから多分軽減されると思うよ。手に構わず思いっきりぶちかましたレリーナー明日。ズドーン。なかなかじゃたども、もう少しだけ足りませんでした。メガ有志法じゃないんだね。これ幸い。インドーはマジンガーに渡してもらおう。ルスとハリケーン。ゴゴゴゴゴゴゴー。どんどん上がれ。レベルよ上がれ。そして、来たー。ついに目覚めたニュータイプ。これでますますやってくれるでしょう。クリスも続けー。ゴチーンって何回払われとりまんねんアンさんは。仕方あるめーさー。必中使って削りましょ。ハングレ、ハンドグレネード。わずかに残っちゃうのかさすがに硬い。ピラメキーのじゃ手当たりはせぬよ。結局とどめはリンマオになってしまうか致し方。他のメンツをレベルアップさせた方のに、これじゃあリンマオだけが強くなってくよ。あとはエンドラやるだけです。チャンネル登録まだの方は、この機にチャンネル登録よろしくおばね。あと一撃ですフリーズだけすな。それじゃあ次回はオーラバトラが現れる、浮上マップとなっております。追加配備も行ったので激戦必至の展開になるものかと思われますのでお楽しみに。そいじゃま再びお目にかかりましょう。さようならー。